皆さんこんにちは。みゆきしんぺいです。お元気ですか？週末ですね。時差があるんでね。僕のところは今日曜日なんですけど、ちょうどね、週末が終わっちゃった人もね、結構いるかなと思いますよね。日曜日ですよね。なんかカレンダーとかね、最近ちょっとそういうのをよく見てた時期があるんですけど、この日曜日から始まるカレンダーと月曜日から始まるカレンダーってありますよね。日本はね、月曜日から始まるカレンダーが一般的で、海外ではね、日曜始まりとかね、そういうのもあるんですけど、僕の中では、月曜日からね、始まるそういう気持ちがね、結構ありますね。特にね、会社にね、昔勤めてたんで、そういう時はやっぱり、月曜日からね、仕事がね、いろいろ始まってくるんで、日曜日の夕方ぐらいから、明日仕事だからね、ちょっといろいろ準備しないとね、とかね、用意しないとね、とかね、ちょっとそういう風に、そわそわしてくるっていうかね、そんな感じの気持ちになってたんですよね、日曜日の夜ぐらいは。特にね、ちょっとその勤めてたところで、月曜日にね、毎週、発表みたいなね、なんかそういうのをね、やらなきゃいけない、そんな部署にいた時があってね、で、月曜日その発表があるわと思うとね、ちょっとしんどいな、みたいな。なんかそんな気持ちでしたね。最近はね、ちょっとこのカレンダーに感じるね、考え方っていうのは少し変わってきて、日曜日がね、日曜日を1週間のスタートみたいなね、そういう考え方で一回やってみようかなと思ってね、過ごしてた時期もあるんですよ。日曜日をね、スタート地点にしておけば、その月曜日のね、準備とかも自然とちょっとするしね、そういう混乱がね、なんかしないかなとか思って。で、それでね、日曜スタートちょっと試してみたりもしたんですよ。でもね、日曜はね、ちょっとやっぱり休みたいなみたいなね、そんな気持ちにもね、なってきてね。なのでね、ちょっと普段できないこととかをちょっと整えるぐらいのね、そんな感じにしとけばいいのかな、みたいな、そういう風な一日にね、今なってきてますね。これはね、ちょっとよく言う話なんですけど、一日にね、朝とね、夜があるようにね、一週間にも朝と夜がね、あるような感じがするんですよ。例えば、月曜日とかね、日曜のもう終わりかけとかは、もう朝って感じで、ごめんなさい。でね、木曜の夜とか、金曜日、土曜日とか、なんかこのあたりは、その一週間の中でも夜っていう、なんかそういうイメージがあるんですよね。やっぱりそのイメージに応じたものが好まれるというか、例を挙げると、月曜、火曜とかはパリッとしたその仕事、なんか晴天っていうかね、今から始まるぞみたいな。で、木曜、金曜ぐらいからは、ちょっとその服装とかね、乱れてネクタイ緩めてね、ゆったりしていくっていうかね、で、ちょっと飲みに行こうかみたいなね、なんか集まりがあったりとか、なんかそんな感じですよね。で、それが1週間単位にもあるけど、もちろん1日単位でもあって、朝はパリッとして、夜はちょっと晩酌って毎日やる人もいますよね。で、同じようなことが、1年でもあるなと思うんですよ。1月2月とかは、なんか朝の雰囲気ありますよね。1年始まりだから、日本だったらね、掛け軸じゃないわ、書き初めとか言ってね、習字したりとかね。で、11月、12月とかはね、1年の終わりだから、ちょっと夜みたいなね、雰囲気になってきて、忘年会とか飲み会とか重なってくるみたいな。なんかそういう風にね、1日単位とか、1週間単位とか、1年単位みたいな、そういうバイオリズムみたいなね、そういうのがあるんじゃないかなって思うんですよね。その、夜のね、バイオリズムがね、やっぱり好きだったんで、楽しいと思ってね、夜のね、お酒飲んだりとか、博打もそうですしね、なんか夜の世界でね、ずっといたら楽しいなと思って、金曜の夜とか土曜日とか、ね、なんかそういうのが終わるのが嫌でね、で、そのままね、例えば、麻雀とかね、ビリヤードとかね、そのまま勝っていればね、そのままプロになれるんじゃないかな、みたいなね、そんな気持ちがね、結構ずっとあったんですよね。
これでね食っていけたらそれでいいんじゃないのかなみたいな。でなんかそういうのもね思うんですけど、でも結局のところ多分その業界にいてずっとそれをやっていたら、もうそれがねお昼とねなんか同じになってくるんだなって、そういうふうに思うんですよね。例えばその夜ね飲み屋さんでずっと働いている人はもうそこにいるのが通常で、それがもう昼間みたいなね、そんな感覚になってくるっていうか、もちろんねその若い時とかはそういうところに遊びに行ったりとかって純粋に夜として楽しんでると思うんですよ。その夜ねちょっとバーテンダーのバイトしてますとかね、夜ちょっとそのキャバクラでちょっと勤めてますとか、夜居酒屋でちょっと働いてますとか、その時間にねいる人ってね若いうちはね夜の雰囲気だと思うんですよ。でもそれがね5年とか10年とかね長くなってきて、そこがその自分のその生活の一つのね基準になってくると、そこがまた朝にね変わってくるんだなと。そしてその朝を繰り返してたら、なんかちょっと違うとこ行きたいなって、またそういう気持ちに、ね、なってくるっていうかね、こういうのをねだんだんと繰り返していって自分の場所を移動しながらこう生きていくんじゃないかなって、なんかそんな風なことを思いますね。今日はね、こんな話なんですけど、なんでねちょっとこんな話しようかなと思ったかというとですね、日曜日の夜に夜更かしをするのが最近ねすごい好きになったんですよ。昔はねその月曜日の何時に、さっきもちょっと言いましたけどプラン会議っていうのがあってですね、ちょっとそれがね憂鬱だったんですよ。パパラッチのね雑誌をねちょっとそういうのに勤めてた時があって、そこってね週にね3回ぐらいね会議があるんですよ。でそこでなんか企画なんかちょっとネタっていうんですけど、なんかそういうのを出しなさいっていうのがあってねちょっとしんどかったんですよね。いや僕のね後輩がね同僚でいたんですけど、彼とかはねちょっとほんと大変そうで、アイドルのね誰と誰が付き合ってるみたいな、なんかそういうのってなんていうか、人気があるというかみんな見たがるじゃないですか、そういうスキャンダルって。で彼はそれいうのの担当だったんですよ。なので週にその3回ぐらいそのプランっていうか企画をね出さなきゃいけないんですけど、もう彼はね毎回ね週に3回ね3本ずつぐらいだから9本ぐらい誰と誰が付き合ってるとか、誰と誰がなんかどこどこで会ってるとか、なんかそういうねそのネタっていうか情報をね出せって言われてたんですよ。めちゃくちゃしんどいですよね、芸能人と誰と誰が付き合ってるとかね。いや僕はなんかそういう班じゃなかったし、そういうのがもともと全然好きじゃないんで、なんか全くというかね本当にあんまり興味がないんですよね。だからねなんか彼もそんな感じだったのかわかんないですけど、そんな感じでねこう日曜日はねちょっと明日月曜始まるなみたいな、ちょっとそういう気持ちだったんですよ。ちょっとね心を痛めてたっていうかね。でもね今はもう自営業っていうかね自分でやってるんで、そのリズムとかもね全部自分で決めれるんで、ならいっそのことちょっと日曜日の夜はゆったり夜更かししてみようかなみたいなね、なんかそんな感じでちょっとねやってみてるんですよね。でそれがね結構ね心地いいっていうかね。でも結局全部ね自己責任なんで、その自分のやり方でねそれで負けてもね誰もフォローしてくれないですよね。だからそしたらまたそのうち日曜の夜ちょっとこれゆったりやりすぎかなとか、なんかそんな気持ちになってて、また自然とねこう調整して自分の好きなリズム、自分が心地いいリズムにまたどうせ変わっていくんだから、別にいいんじゃないのかなみたいなね、なんかそんなことを思いますね。心にね従ったら結構大丈夫なんじゃないかなって、なんかそんなことを考えてます。今日もね聞いてくれてありがとうございました。またねー。